こんにちは。W の河合圭司と申します。今現在、2018年3月26日に、なんか新しい動きがあるというふうに聞いてるんですけど、詳しいことは全然わかりません。今現在、世界は貨幣経済というふうに言われていますけれども、2018年3月26日からなんか新しいことが始まるというふうなことが言われています。ですが、テレビのニュースなどでも一切そのような情報は出ていません。そこで今日は W のワッカールさんにその辺のところを聞いていきたいと思います。じゃあワッカールさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、貨幣経済ということで、世の中はお金が一般的に使われていますけれども、これからどんな風になっていくのか、そこのところを教えていただけますでしょうか。はい、そうですね。貨幣経済というか、紙の経済というか、紙ですね。だからどっちかなって感じなんですね。だから基本的でその経済というものは今までね、昔から私がお米持ってるよとか、私は卵持ってるよとか、私が牛持ってるよとか、それでなんか交換して経済が動いてたところだったんですね。それでまたもう少し上のレベルに行くと、また経済が少し変わって、でそれから市ができて国ができて、またそこで銀と金がメインになって、でそれで銀と金の方がコインとしてね使ったりして、でそれからじゃあこれがそれ渡すよと、その代わりなんか卵をもらうとか、ご飯もらうとか、なんかそうやって経済が動いたわけですからね。経済というとやはり今の新しい時代にアメリカが世界で一番になってるわけですから、でアメリカの歴史を見ると1900年代からアメリカで新しい法律になって、で金のベースにしようと。だから今までなかったんですよ。だからそれでゴールドベースエコノミー経済にしたんですよ。ただそれから第一次世界戦争が始まりまして、でもちろんアメリカが第一次世界戦争に入ってなかったんですよ。ただそれでも2回そのゴールドベース経済は金ベース経済が2回やめたんですよ、その途中でね。でもちろんそれから1929年からグレートディプレッションといって、で世界がいきなりもう経済がダメになった時期があったわけですから、でその時アメリカのローズベルト大統領が1933年ぐらいかな、もうその金の輸出と輸入関係だけに使いましょう。国の中のベースで終わっちゃったんですよ。だけど外国に為替とか外国と取引するときは金を使いましょうって感じだったんですよ。そうですよね。1931年に日本でも金の輸出が禁止になったんですよね。そうです。ちょうどその時いろんな国がこういう感じで金の輸出関係とか輸入とかもいろいろダメになった時があったんですよ。それでまた面白いことがあって、1960年代にフランスで有名なフランスの大統領がいましたね、チャールズ・ド・ガールさん。そのチャールズ・ド・ガールさんが、そのアメリカのベトナム戦争に対してね、いろいろ質問することが始まったんですよ。例えばアメリカの軍が一番新しい銃を持ってると、もうガンガンこれを銃をあっちこっちも使ってると、こんなに兵器がどっから買ってるんでしょうと、経済がダメなのにどこからこのお金あるのかって彼がね、そういう質問し始めたんですよ。でそれで1966年か67年かどっちかはちょっとちゃんと覚えてないんだけど、そのぐらいでドガール大統領が国の中フランスの中にアメリカのドルを集めて、でそれを全部船に乗せてアメリカに行ってもらったんですよ。それをゴールド交換してくれって言ったんですよ。でそれでアメリカがいきなりもうびっくりしちゃったんだよね。でドガール大統領の次はドイツもそういうことを言い始めたんですよ。それからポーランドとかいろんなその国が周りの国がヨーロッパもそういうことを言い始めたんですよ。でそれがすごい問題になっちゃって、そのぐらいゴールド持ってなかったんですよ。
じゃあ交換できないっていうことですよね。できなかったんですよね。だからそのぐらいの、それがドゥワール大統領のお金は交換してあげたんですよ。はい、だけどそのスビは、ドイツとかいろんな国のそのお金を交換できないからゴールド持ってなかったんですよ。ただの紙印刷してそれで軍の買い物とかいろいろしたわけですから、はい、でそれで大問題になって、それで1971年で、皆さん覚えてると思うんだけど、そのニクソンショックがあったんですね。それニクソンショックということ何ですかというと、それニクソンさんのスピーチだったんですよ。でそのスピーチに彼が初めて来て、でもうこれからうちはゴールドベースではありませんって言い始めたんですよ、皆さんに。でじゃあゴールドベースではなくなってるっていうと、これからの経済をどうすればいいのかってことでね、またクエスチョンマークが出たんだよね、基本的には。だからそこでそのアメリカのそのフェデラル銀行の一番トップの人たちが秘密でサウジアラビアに行って、でサウジアラビアとその秘密な契約したんですよ。その契約は何かというと、そのこれからオイル売るときは世界でね、ドルしか使えない。オイルはドルでしか売れないできないということです。できない取引が。今みんな探してるそのブレントオイルとか、そのウェストテキサスのオイルとか、その2つが今結構でかい会社がね世界で取引するためにできてるんだけど、その2つともはもうドルだけなんですよ、取引が。でそれから1974年代からもうペトロドルが生まれたんですよ。ペトロはペトロールから、ペトロール、そうオイルのことですね。オイルのことですね、でペトロドルがこれから世界に生まれたんですよ。で法律的どこでも世界でオイル買った売ったりするときはドルしか買えない法律だったんですよ。でそれで一番初めにイラクのサダム・フセインがこれはうちはできませんと言った時は、サダム・フセインが亡くなったと。でこれからまたカダフィリビアの人がうちはもうゴールド欲しいと、その代わりに。それでリビアのカダフィが亡くなったと。でだからそういう感じの今までの経済的、彼らがコントロールして自分を守ってたんですよ。ドルを守ってたんですね。ドルを守ってたんですよ。今度の3月26日には今までドルだったその、力のあるドルが何か変わっていくんですよね。そうだからこれから世界で初めて中国がそううちはドルで買い物しないと決めたんですよ。でその意味は何ですかというと、うちは中国のユアン、日本語で元ですね。中国元ですね。中国元で買い物すると決めたんですよ。それってそんなに簡単にできることなんですか？いや、そんなに簡単にできることはできないんだけど、難しいってことですよね。相手も中国ですから。力があると。いや、力じゃなくて頭があるんですよ。頭がある。もちろん力があるんだけどね。頭があるんですよ。で、何したかというと、お客さんにね、初めは、じゃあ買い物するときうちは中国の元払いますよって言った時は、皆さんがね、可愛さと同じ考えでね、今までうちはドルに取引したわけですから、ね、元って知らないでしょって、それでうちのメリットは何ですかって聞いたんですよ。で、それの答えがね、何したかというと、中国が、じゃあうちはこれから上海エクスチェンジと香港エクスチェンジ取引所ですね。取引所、だから香港と上海取引所でこの元持ってればすぐ金に変えてあげるよって契約したんです。すごいですね。そんなことができるんですね。そうだから頭いいからそこはじゃああなたたちがこれいらなかったらいつでも、であとはドバイの取引もその中に入ってるんですよ、これから。ドバイのね、でそれでまた相手はアラブ人だからまた向こうも頭いいですから、でまた向こうもねじゃあそれでゴールドの値段っていつも分からないんじゃない、上がり下がりが多いから
ね、それでまたうちにはメリットがないんでしょと言ったんですよ。もしそのゴールドの値段の毎日変わるから、それで納得しない場合は、上海にある先物取引のところで、そのお金入れれば、ヘッジングができるんだよね。ヘッジができる。そうです。安心して。だから今の値段で納得しない場合は、ヘッジングできるんですよ。だから、まず、話に戻ると、第一、ドルで支払いはしないで、これから、中国元でお金払います。それから元でもし納得かしない場合は、上海取引所とか、香港取引所とか、それからあるいはドバイの取引所でも、すぐその元は金に変えられることができると。もしそれでも納得しない場合は、その上海の先物取引のところにお金入れて、そこでヘッジングができるということにしましたね。すごく変わってしまうっていうこと。そうですね。これからイランとロシアとかスダンとかベネズエラとかいろんな国が中に入ってこれで始まったら、もう完全にドルが今までのペトロベースがなくなってしまうんですね。ドルが使わなくて元が使われて、それがゴールドになっていくっていうことなんですか。じゃあ例えばこれから私はね、あなたにドルを出しますけども、その代わり私に金のね、交換できるかっていうと、それはできないんですから。で、それが中国がこれからやってくれるわけですから、そうするとやはりこれから可能性としては、経済がものすごい変わりがあるんじゃないかなという気がします。大きく変化するかもしれないということですね。大きく変化しますですね。3月26日ですぐに大きく変わってしまうということなんですか。いや、そうではないんですね。そうではない。ただ基本的はまた紙の経済に戻ると、いつ何になれるかわからないんですからね。紙の経済だから、2007年のリーメンショックの時も、もういきなりダウジョーンズが下がり始めて、1200、300ポイントまで下がって、でそれでいきなり世界が全て崩れ始めたわけですから、だからただ今回また同じ感じで、例えば株とか為替がね、いきなりショックに入って、でそのショックはどこまでいけるかって、その日に行ってみないと分からないですね。それは分からないですね。そうですね。3月26日に大きく変わるかもしれないということで、それに対して私たちはどうすればいいんですか。そうですね。寝た方がいいですね。寝た方がいいんですか。だって基本的で私たちの立場でね、何でもできないもんですから、それで心配してもね、これからどうなるかって、こうなるかっていくら考えてもなることになるわけですから、基本的は私たち一般としては何でもできないことですから。ただ、この紙の経済ってこれから新しいものに変わらないといけないことは完全にあるはずですね。だからこれがいつになるか分からないですね。ただならないといけないことにはなってるんですよ。今のままではいられないっていうことですよね。今のままだといられないということですね。いつまでもこのお金を印刷してじゃあ解決できるかというと、それはできるわけないんですから。そのお金印刷してて紙印刷してると同じだからね。だからうちの奥さんが今日はお金がないって言ったら、じゃあうちがちょっと印刷してって紙持って印刷してくれって同じことなんですよ。今日は政府にはこのぐらいのお金足りないって、今日はこのぐらいのお金は必要と、じゃあ印刷してくださいって言って印刷しても何でも関係なくもう渡してるものですからね。なんともベースがないんですよ。後ろは金でもないし、それで金もない銀もない。これからそれがオイルベースもなくなっちゃったら、もう何の根拠もないっていうことですよね。その変える必要があると。ただその変える必要があっても、その変えるための新しい経済と新しいシステムになるにはどのぐらい時間かかるか、まだ読めないですね。そこがまだ問題なところなんですよ。
その将来の経済について仮想通貨が今流行り始めていると思うんですけど、はい、これはこの仮想通貨に変わっていくということでいいんですかね。もちろん仮想通貨は仮想通貨としてはものすごい素晴らしいものなんですよ。で今までをセキュリティの部分とか、その間に銀行がいらなくなるとか、その部分に対してはすごくいいものなんですけどね、ただまだ法律が甘いんですよ。で法律が甘くて誰でもそういう ICO というものが誰でもできるし、それでその為替とかそういうの登録も簡単でできちゃうわけですから、だけど安心感というとまだ非常に不安な状態ではありますよね。状態ではあるんですね。それでは仮想通貨についてはまた次回教えてくださいということで、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。どうも以上です。